レベル150、メモリーファウンドリーについて解説していくよ。サブタイトルからじゃどういう空間なのか想像できないな。まずは部屋の外観。レベル150は、緑の草原に木々が点在している空間で、常に日没の状態にあるかのようなかすかな青い光に照らされているんだ。あれって月か？次に、レベル150について説明するよ。レベル150の生存難易度はクラス臭い。危険で、対策しづらく、精神的な危険性があるんだ。こんなシンプルそうな空間が危険なのかよ。次に、レベル150の特徴について説明するよ。レベル150は、2019年5月11日にチームリードによって発見された空間で、空に浮かぶ赤い球体が特徴的な空間なんだ。赤い球体の正体ってわかってるのか？今現在、赤い球体の起源は未だわかってないらしく、研究の仮説によると、天体やエンティティ、あるいはその他の異常な物体かもしれないなど、いろんな憶測が飛び交っているんだ。あんまり調査進んでないのか。また、ザ・ニューカマーズと呼ばれる現地の人々からは、この球体を目と呼んでいるらしいんだ。目ってことは、球体から視線とか感じるのかな？空間内は、狭くて古いアスファルトの道路が横切っていて、道路は空間とともに無限に広がっているように見えるんだ。草木だけの空間じゃないのか。また、チームリードが行った探索で、道路に沿ってまっすぐに歩くと、いつの間にか元の地点に戻ってしまうことが分かったんだ。道路がループしてる？この現象は歩いている最中に突然起こり、歩行者を驚かせるとともに、直前の数分間の記憶を失ってしまうんだ。記憶障害まであるのかよ。なので、空間そのものが歩行者の記憶を変えることによって、人々を道路に向かわせているのではないかと推測されているんだ。まさか、ずっと歩かせて液体させようとしてる？次に、レベル150内で発生する精神的効果について説明するよ。記憶障害の他にもあるのかよ。まず、この空間に入ると生存者の記憶は徐々に置き換えられていく現象があって、一般的にこの現象は、フォージと呼ばれているんだ。フォージって火事って意味だよな。フォージの進行スピードは、レベル150での滞在時間や、ファウンドリーとの距離によって変化し、記憶が置き換わるスピードはピンキリなんだけど、常に特定の順番に従って置き換わるんだ。ファウンドリーってなんだ？それについてはこの後説明するね。それじゃ、フォージによって引き起こされる記憶障害の段階について、詳しく説明するよ。まずはフェーズ1。この段階では、その人に関連性のない記憶は全て置き換えられるんだ。関連性のない記憶？この段階の記憶改変は、その対象者の思い出や人生歴など、いわゆるその人のあり方に影響はないんだけど、進むべき方向や従うべき計画などの表面的な記憶が改変され、大きな混乱を引き起こす可能性があり、レベル150の探索をより難しくするんだ。この段階でも結構きついな。次に、フェーズ2。この段階から、より深く根を下ろした記憶が置き換えられ始めるんだ。徐々に進行し始めてるな。この段階では、いわゆる遠い記憶が改変され、人格や人生などに関わる重要な記憶ではなく、対象者の心の中になんとか止まっている小さな遠い記憶なんだ。かなり昔に作ったアカウントのパスワードのこととかか？次に、フェーズ3。この段階になると、その人のあり方に不可逆的な変化が生じるんだ。ついに人生までを蝕み始めてる。この段階では、対象者の人生で学んだ全てのスキルが置き換えられるんだけど、この段階でその人が持っている知識はまだ置き換わらないため、スキルと知識に不一致が発生し、対象者の心に葛藤を引き起こす可能性があるんだ。すげえもどかしいことになりそう。次に、フェーズ4。この段階で、先ほどの知識が置き換わることになるんだ。なんでスキルと知識で段階が違うんだ？明確な理由はまだ分かってないんだけど、この段階になると、時々、新しい能力との相乗効果を生み出す形で置き換えられるらしく、この段階の終わり頃には、その人の人生の核心部を維持しながらも、別人の人生が形成されるんだ。もうこの段階からその人はもう別の人になるんじゃ。そして、最終段階であるフェーズ5。この段階になると、対象者に残っているオリジナルの記憶が全て置き換えられるんだ。もう別人じゃん。これまでにも、何人かフェーズ5まで到達した人がいるんだけど、唯一、その人の名前だけ置き換わることはなかったんだ。なんで名前だけ置き換わらなかったんだろう。次に、レベル150の中核とも言えるザ・ファウンドリーについて説明するよ。めっちゃ気になってたやつ。ザ・ファウンドリーは、約47平方キロメートルの大きさの建物で、非常に錆びた部品や金属くず、ゴミが多く、ひどい状態の工場のような外観をしているんだ。この工場がレベル150の核心部なのか？そう言われる要因として、この場所は、さっきのフォージの原因と推定されている場所と言われているんだ。ここからフォージの効果が出てるのかよ？
詳しく言うと、ザ・ファウンドリー内にある巨大な機械が、工事を引き起こす原因なのではないかと言われていて、ザ・ニューカマーズはこの機械を、ザ・マシーンと呼んでいるんだ。まんまのネーミングだな。また、MEG チームによる調査によると、ザ・マシーンは、ザ・ファウンドリー内の建物に収まらず、その地下約 1km 以上にも及んでいることが分かったんだ。簡単に無力化できそうになさそうだな。ザ・マシーンは、常時稼働しているようで、ザ・ファウンドリー内では、稼働中の機械の音が聞こえるんだけど、機械音がどこから聞こえてくるのか正確には分かっていないんだ。稼働してるのにその音の方向がわからないって不思議な感覚だな。また、ザ・マシーンを破壊、分解、侵入しようとする試みは全て失敗しているため、ザ・マシーンの内部構造やメカニズムなどはほとんど分かってないんだ。ブラックボックステストみたいな感じで構造を知るしかないんじゃね？さらにザ・マシーンは、フォージを引き起こさせる対象者を、検知する機能もあるらしいんだけど、さっき言った通りザ・マシーンのメカニズムなどがわからないため、はっきりこれだと断定できるものはないんだ。じゃ、ザ・マシーンのことはわからずじまいなのか。でも、今現在の研究によると、対象者を検出するセンサーのような機能には2つの仮説があるんだ。どんな仮説なんだ？まず、アンダーグラウンドコネクションズ。この説は、ザ・ファウンドリーに地下が発見されたことと、空間内で時々発生するわずかな地震活動からできた仮説で、ザ・マシーンが地下に広がっているだけでなく、対象者を検知するセンサーのようなものが、レベル150の地盤全体に、血脈のようにあらゆる方向に伸びているのではないかと考えられているんだ。振動による検知方法みたいな感じか。そして、もう一つの説が地合。この説は、現地民が地合と呼ぶ空に浮かぶ赤い球体が、関係しているのではないかという説なんだ。ここで伏線回収は激アツ。現地民のザ・ニューカマーズによると、この球体が実際に自分たちを見守ってくれていると信じているようで、神のように賛美する者さえいるんだ。信仰の対象になっているのか。そのため、この球体が何らかの形で機械システムに接続され、空間に入ってきた新しい対象者に警告を発しているのではないか、という説もあるんだ。どっちにしろ、レベル150は立ち入ってはいけない空間だな。次に、レベル150にいるグループを紹介するよ。レベル150には、ザ・ニューカマーズと呼ばれるグループのみ確認されているんだ。さっきからたびたび出てた現地民だよな。このグループは、フォージのフェーズ5を迎えた後、レベル150にて一生を遂げようとしている人々なんだ。ああそういうことか。こんな危険なところなのに、現地民がいるなんておかしいって思ってたけど、これなら納得がいくわ。このグループは今現在73名のメンバーがいるんだけど、フォージの影響によりメンバー数の変動が大きいんだ。むしろ増え続けていそうだよな。このグループは、道路脇の町に住んでいて、道路には、50km 先、30km 先、10km 先と町との距離を示す標識もあるんだ。親切な設計だな。町は約100軒くらいの住宅街で構成されているんだけど、大部分が空き家なんだ。っていうことは、以前は75人より多かったってことか？また、住宅はすべて木造で、この住宅はすべて、このグループのメンバーによって建てられたと考えられているんだ。ということは、このグループができ始めてから結構な時間経っているんじゃね？規模にもよるけど、新築1軒建てるのに約1年くらいかかるから、単純計算だと100年くらい経ってる感じだね。さすがに100年は言い過ぎな気がする。最後に、レベル150の入り方や、次のレベルの行き方について説明するよ。まずはレベル150の入り方。レベル10にある 10km 先の道という看板を見つけると、レベル150に、レベル25の筐体から、レベル150に、行くことができるんだ。結構早い段階からここに来れるんだな。一方、次のレベルの行き方は、ザ・ニューカマーズの街のエクジットマークのある通路から、レベル10に、ザ・ファウンドリーにあるドアから、レベル23かレベル113に、行くことができるんだ。これってフォージの中途半端な段階で出てったら、記憶元に戻るのかな。ということで、今回はレベル150について解説したよ。レベル150は、緑と道路、たまに工場があるシンプルな空間だったけど、ほぼ全ての要素が点と点で繋がってる上に、謎めいた雰囲気もあって面白かったな。ちなみに、フォージとファウンドリーの違いってわかる？フォージは火事って意味だけど、ファウンドリーってなんだ？ファウンドリーは鋳造って意味で、それに合わせてフォージは鍛造って感じだね。ってことは、鍛造は金属を叩いて形成する方法で、鋳造は金属を溶かして、型に入れて形成する方法だよな。じゃ、記憶を置き換える現象が鍛造だとしたら、あの工場の鋳造って、次の情報は機密情報として扱われています。閲覧したい場合は認証情報を入力してください。
レベル150調査任務中の精神的変調事案報告。2019年11月26日、MEG 所属のメンバー3名が、レベル150における異常特性の調査及び解明を目的として志願し、現地でのテストを実施した。その結果、3名全員が深刻な精神的変調を呈し、任務の継続が不可能な状態に陥った。本事案を受け、当機関は本作戦に関する一切の情報を機密扱いとすることを決定した。これは、当機関の判断に対する信頼性の維持及び公共イメージの保全を目的とするものである。フラビア・ハドリー。生存。MEG 所属、現場地図制作者。フラビア・ハドリーは、レベル150の探査及び情報収集のために派遣された調査隊のリーダーである。最も忠実かつ信頼性の高い新メンバーの一人として任務に専念していた。温厚かつ活発な性格により、大多数の同僚から好意を持たれていたが、非常に頑固な一面もあり、親しい友人は少数にとどまっていた。タイトロープ作戦、成功。リフトブリッジ作戦、成功。インタビュー、1479、失敗。調査、レベル118、成功。調査、レベル34、成功。調査、レベル150、不明。レベル150の調査中に受信された無線通信の断片からは、彼女の精神が 4G によって変調している様子がうかがえる。そろそろ目的地ね。なんていう場所だったかしら。ファウンドリーです。覚えてないんですか？先ほど町の人に聞きましたよね。そうだったわ、ファウンドリー。ちなみにあなたは誰だったかしら。フラビアさん、大丈夫ですか？少し休憩が必要なら他のチームメンバーに言ってくださいね。チーム？あの人たちは私のチームじゃないし、私は一人だったはず。そうだよね。フラビアは現在レベル11の住人の一人として生活している。非常に外交的な性格を有しており、バックルームズの基準に照らせば過度にフレンドリーであると評価される。また、嘘をつく能力に長けており、不用心な者にとっては特に危険な人物である。これまでに少なくとも2名の警官が彼女に欺かれているという記憶が存在する。彼女は自身が気に入ったと感じたものを収集することに執着しており、その選定基準には一貫性が見られない。この収集欲のために様々な種類の交換行為を行い、一定の名声を獲得している。また、状況に応じて自らの目的に適した集団に加わる傾向があり、いかなる対象や人物に対しても恒常的な忠誠心を示すことはない。スーラジ C 生存 MEG 所属使用職員。元手術師スーラジの過去についてはほとんど情報が存在しない。彼は寡黙な人物であり、他者との交流を極力避けていた。彼が本当に関心を寄せていたのは読書のみであり、この趣味はバックルームズにおいては極めて珍しいものであったと考えられる。入手経路は不明であるが、彼は小規模ながら私的な書籍コレクションを所有していた。この蔵書について話題が及ぶと、彼はしばしば会話の流れを強引に変えるか、あるいはその場から立ち去るという反応を示していた。スーラジは現地でのフィールドワークを避け、主にアーカイブ管理やロジスティクス業務を好んで従事していた。それにもかかわらず、必要と判断すれば、自身の専門領域外の任務にも自発的に志願する姿勢を見せていた。最後の参加作戦、調査、レベル150、不明。スーラジは現在、レベル9周辺をさまよっているとの情報が一部存在するが、ベースナンバーを出発して以降の正確な所在は不明である。彼は極めて自信家であり、常に自身の能力を誇示する傾向があるものの、それらは実際に高い効果を伴っており、加えて几帳面かつ優れた観察力を有している。スーラジは探偵の人格を自らに課しており、自身をバックルームズ全域における最初の私立探偵であると公言している。彼はザ・マシンから何らかの手段で MEG によって未だ文書化されていないレベルを含む広範なバックルームズ関連知識を得たとされる。4G 後、彼は長年にわたりバックルームを旅してきた存在の知識を保持しており、現在では極めて貴重な情報源の一人として認識されている。スーラジはこれまでに2度 MEG の任務に対して支援を行っており、いずれの介入においても作戦の問題解決において極めて重要な役割を果たしている。ファストフラッシュ作戦、成功。レッドボール作戦、成功。以下はスーラジが残した録音である。私の親愛なる友人たちよ、私はもう君たちから必要なものはすべて手に入れたと判断したので、私は去ることにする。しかし
私は失礼な人間ではないので、君たちに知らせるためにこの録音を残した。もちろん、これが宣戦布告だとも思わないでほしい。いつでも私の助けが必要なら、いつでも私を雇ってくれ。喜んで力になるよ。以上、スーラジ、警備員学。イゴール・スバンヒルドル。不明。MEG 所属、初期対応班。イゴール・スバンヒルドルは、高いカリスマ性を備えた人物であった。彼は極めて社交的であり、短期間で多くの友人を作り、その大多数から好意的に受け入れられていた。同僚たちとの会話を非常に重視しており、しばしば数時間にわたって談笑する姿が確認されている。また、彼は、人生の話こそ、私が持ち得る最も貴重な宝物である、と繰り返し口にしていたという記憶が残されている。フィールドミッションにおける彼の成績は決して低くはなく、一定の成果を上げていたものの、本人はこれらの任務を好んでいなかった。その一方で、他者とのコミュニケーションが不可欠とされる業務に対しては強い関心を示し、積極的に関与する傾向が見られた。FR1245 成功。FR1329 成功。インタビュー1211成功。調査レベル150不明。未特定。イゴールはフォージ後早期に逃亡を図ったため、彼に関する詳細な情報はほとんど残されていない。ただし、行動に移る際の判断は極めて迅速かつ的確であり、その決断力と行動力の高さが伺える。イゴールは極めて危険な変化を遂げ、MEG の職員という立場からスプリンターのエージェントへと転向した。彼は元チームメンバーに対して攻撃を加えた後、そのレベルからの脱出に成功している。フラビア及びスーラジの2名は、イゴールがファウンドリーを離れる際に、このレベルをパンテオンに知らせなければならない、と発言していたことを確認している。この証言に基づき、イゴールはパンテオンの一員となり、彼らに対して高い忠誠心を示していたと推測される。また、かつての同僚を躊躇なく排除したことにより、彼の行動には高い効率性と従属傾向が認められるとする見解も存在する。したがって、ザ・スプリンターが当該レベル及びその特性に関する知識を有していると推測される。彼らはこのレベルを、いわゆる精神的な攻撃手段として利用する可能性があり、または敵対者を物理的に殺害することなく、排除する手段として活用することが想定される。さらに、MEG のメンバーを偽装、模倣しようとする動きも否定できず、その存在は明確な潜在的脅威となっている。